こんにちは、G です。今回はゲームエミュレーターバトセラのお話。バトセラは何度かこの動画でご案内済みですが、ラズパイベースでした。今回は PC でバトセラを楽しむ方法のご紹介です。PC は普通の Windows PC を用意します。Windows 10、11がストレスなく動作するものであれば、特に速いものでなくても構いません。古い PC でも大丈夫ですが、CPU によってはそれなりに遅くなります。バトセラは LinuxOS として提供されるので、USB や SSD などに焼いて、それをブートメニューから起動します。バトセラを入れるのに USB メモリー 64GB 以上、または外付け SSD を用意します。ゲームコントローラーが必要です。PC に USB 接続できるコントローラーを用意してください。Amazon で検索するとたくさんヒットします。有線コントローラーなら2000円くらいから、無線だと3000円以上しますね。時間がかかってもリスクがあっても大丈夫な方は、アリエクスプレスでゲームコントローラーワイヤレス for PC で検索。私がチェックした際の最安値は601円、送料無料。ただアリババだと到着まで1ヶ月ほどかかり、時には来ないこともあります。もう一台の PC、別の PC か Mac を用意します。これはバトセラが動いてる PC に BIOS や ROM ファイルをコピーするのに使います。画面のサイトを表示します。Get バトセラ Linux 37をクリックして、バトセラ Linux for PC から画面のファイルをダウンロードします。ダウンロードが終わったら、エッチャーで USB メモリーまたは SSD に焼きます。USB や SSD はあらかじめ FAT30 にフォーマットしておきます。PC メーカーによって BIOS 画面を表示させるキーが異なります。PC のマニュアルを参照ください。一般的には電源投入時に F2 キー、ディレートキー、または F10 キーを押し続けます。BIOS 画面が表示されたら、ブート順の設定を行い、USB を起動優先にします。PC メーカーによって名称や設定場所が異なりますが、画面の事例は HP の場合です。詳細設定のブートオプションから UEFI ブート順序で USB を最上位に移動して保存します。PC にゲームコントローラーとバトセラの入ったドライブを挿して再起動します。起動時にブートメニューを表示させて USB から起動。これでバトセラが立ち上がります。スペースキーまたはコントローラーのいずれかのボタンを押すと、コントローラーのキーアサイン画面になります。キーアサインを画面の指示に沿って行います。キーアサインは後から変更も可能です。スペースキーまたはコントローラーのスタートを押すと、メインメニューと書かれた設定画面が表示されます。まずは BGM がうるさいので止めましょう。サウンドセッティングスのフロントエンドミュージックをオフにします。次にシステムセッティングスを表示します。ここで日本語表示に切り替えできます。
ランゲージでジャパニーズを選択し、設定を閉じると日本語表記に。ではざっと設定項目を見ていきましょう。Kodi メディアセンター。Kodi をここから起動できますが、ゲーム中心と割り切った方が分かりいいので、システム設定で Kodi を無効化することをお勧めします。ゲームエミュレーター設定。この設定で重要なのは3つ。利用頻度の高いのがゲームリストを更新。ゲームロムの追加やスクレープなどの変更を反映するとき、更新が必要。次にシステム別詳細設定。理解できる人だけの機能ですが、コンソールごとにエミュレーターを変えるなど細かな設定が行えます。最後は不足 BIOS の確認。コンソールごとの不足している BIOS が表示されます。今は導入直後で BIOS を追加していないので、多くが不足の状態です。コントローラー &Bluetooth 設定。ここでコントローラーのキーアサインを変更できます。ユーザーインターフェース設定。画面のテーマを変更できます。スクリーンセーバー設定で時間と効果を設定できますが、基本スリープがありません。ゲームコレクション設定。コンソールの表示非表示の設定、グループ化の設定が行えます。不要な海外ゲームコンソールなどを非表示にすると見通しが良くなります。ネットワーク設定。ここではバトセラの IP アドレスが確認できます。スクレープ。ゲームのサムネイルをダウンロードする機能です。スクレープ元が4箇所に増えたんですが、いくつかは機能しないようです。更新とダウンロード。ゲームやツールのダウンロード、テーマのダウンロードが可能です。それとバトセラ自身のアップデートもここで行えます。終了。システムの再起動、終了が行えます。それからスタートボタンでメインメニューが表示されるように、セレクトボタンでクイックアクセスウィンドウが表示され、システムの再起動、終了が行えます。ゲームを始めるには、ゲームコンソールごとの BIOS ファイルとゲームそのものである ROM ファイルが必要になります。BIOS の情報は画面のサイトを参照ください。ROM の入手については画面の過去動画をご参照ください。Mac または PC はバトセラと同じネットワーク内でネット接続されていることが前提です。バトセラ側には Aberhi が入っているので簡単にリモート接続できます。Mac の場合はデスクトップの移動メニューからサーバーへ接続を選択。ブラウズボタンをクリックしてバトセラをダブルクリック。シェアフォルダーがデスクトップにマウントされます。この中の BIOS フォルダーに BIOS ファイルを入れます。同様に ROMs フォルダー内にはコンソールごとのフォルダーがありますので、ROM ファイルはその中に入れます。Windows の場合、ファイルエクスプローラーを開き、画面のようにタイプ。ユーザーパスワードを問われたときは、Linux、ルートです。BIOS といくつかの ROM を入れて動作確認してみました。対象は
国産コンソールだけとして国産 PC も除外しています。BIOS を用意したコンソールは画面の通りです。なお下の段は BIOS 不要で動作するコンソール一覧です。合計すると理論上30コンソール以上が動作できる。言い換えればほとんどの国産コンソールが動作する環境ということになります。画面は更新されたコンソールです。スクレープはゲームのサムネイルを追加する機能です。ユーザーが作ったイメージなどが多くあってスクレープも楽しみの一つです。メインメニューからスクレープを選びます。取得開始ボタンをクリック。あれ？エラーだ。スクレープ先のスクリーンスクレーパーは無効のようなので TheGameDB に変更して再度取得開始ボタン。取得には少し時間がかかります。ゲームリスト更新して変更を反映させます。取得後の様子はこんな感じです。一括取得の場合 50% くらい取得できるんですが、とても完璧とは言えない。もちろんサムネイルの有無だけのことであってゲーム自体に影響はありません。でも見た目大事ですよね。なので手間ですが A ボタン長押しで個別にスクレープを試すと 98% くらいまでスクレープできます。こんな感じ。だいたいスクレープできてるでしょ？ PC でのバトセラはラズパイと異なりあまり制約がなく快適に利用できます。今回試した PC の CPU は Core i5-8265U とそう速いものではありません。それでもほとんどのコンソールエミュレーターはストレスなく動作しました。また今回は外置き SSD を使いましたが、これはストレージサイズの都合であって、もし大容量の USB があればそれでもいいと思います。各コンソールの動作については大方は問題なく動作しています。動作しないロムがあったのはアトミスウェーブとナオミだけでした。なおコンソールごとの BIOS やロムについては画面のバトセラウキサイトに詳しい情報があります。ご覧いただきありがとうございました。いよいよ夏本番。先だって市民プール開きがあって孫が行こう行こうと騒ぐ。コロナが5類感染症に移行したことで大にぎわいでした。夏休みになれば連日のように孫を連れて行く羽目になる。でも私自身の体力が落ちてて実際のところ少し泳ぐと息が上がる、足がつる。プールから上がる時が一苦労。筋力なくて体が重くて。まあ溺れそうになったらきっと孫が助けに来てくれるかな。ではまた次回。